俺の名前は七尾俊一。昔から勉強が好きで、高校と大学は偏差値の高い学校へ進学。就職先も大企業を希望していたのだが、おばあさん、大丈夫ですか？え？何がだい？就職試験当日、俺は一人のおばあさんを保護。おばあさんは靴を履いておらず、裸足で駅前をうろうろしていた。地方で徘徊してここにたどり着いたのだろうとすぐに分かった。俺が住んでいたのは結構な田舎で、おばあさんと会ったのは誰もいない無人駅。周りには誰もいなかったので、おばあさんから根気よく話を聞き出して家まで送り届けた。ありがとうございます。なんてお礼を言えばいいか。いえ、俺この後用事があるので。おばあさんの家族は泣いてお礼を言っていたけれど、入社試験の時間が迫っていた俺は急いで駅へ向かった。しかし努力も虚しく、試験には大遅刻。もちろん俺は不採用となった。その後就活をやり直して採用されたのが今の会社。海の近くにある小さな会社で海産物を他社に卸している。俺はそこの営業部で普通のサラリーマンとして働くこととなった。まあ海産物は好きだしと思って就職したところまでは良かったのだが、お前は学歴だけのアホだな。俺を罵倒してゲラゲラと楽しそうな声を上げているのは直属の上司である岩田部長。部長は子供のいない社長夫婦が実の息子のように可愛がっている甥っ子だ。奥さんに捨てられてフラフラしていたところを社長が拾ってこの会社で部長を務めている。正直部長の器ではない。コネだけで昇進できた人だ。仕事ができないので社員は部長のサポートをしなければならない。部長のサポートは基本的な業務の一つなのだ。まあ部長以外は特に問題もなく平和な毎日を過ごしていた。しかしある日のこと。はじめまして、カイドウと申します。よろしくお願いします。中途で採用されたカイドウさんはまだ20代前半の若い女性だ。その上顔立ちがかなり整っている。都会に出ればスカウトされるんじゃないかというくらいの美人で、社内の男性陣はそわそわしっぱなしだ。部長も例に漏れず仕事中はずっとカイドウさんをチラチラ見ている。カイドウさんは人手が足りない営業部の事務に配属された。七尾先輩、ここの処理方法なんですけど。ああ、ここはね、営業部内では俺が一番業務内容を把握しているので、カイドウさんは自然と俺と話す時間が多くなる。部長はそれが気に入らないようで、以前にも増して俺に対する態度がひどくなっていった。鼻の下伸ばしやがってキモいんだよ。部長にこんなことを言われたけれど、俺は社内の人間とどうこうなるつもりはない。仕事に支障が出るだろうし、それに鼻の下を伸ばしているのは部長の方だ。カイドウちゃん、今度二人で飲みに行かない？すみません、用事があるので。カイドウさんを慣れ慣れしくちゃん付けで呼び、なんとか二人きりになろうと必死だ。あれじゃ奥さんに捨てられるのも仕方ないなと、俺は呆れた目で部長を見る。カイドウさんは平然とした様子で部長の誘いを断っていたし、大きな問題はないように見えた。しかし、話してください。俺が営業先から帰社すると、会社の一番隅の方にある会議室から誰かの叫び声が聞こえてきた。慌てて会議室に飛び込むと、
何してるんですか？なんと部長がカイドウさんに無理やり迫ろうとしていたのだ。なんだ七岡、邪魔すんなよ。いやいや、これ普通に犯罪ですよ。部長からカイドウさんを引き剥がし、部長を諌める。すると部長はムッとした顔を見せて信じられないことを言い放った。犯罪じゃねえよ。カイドウちゃんも乗り気だったし、そうだろ。カイドウさんを見ると、彼女は半泣きになりながら首を横に振っている。このことは上に報告しますので。俺はカイドウさんを連れて会議室を後にした。部長と同じ空間に彼女をいさせるのは危険だと判断し、カイドウさんを家に帰す。その後、今回の出来事を上に報告しようとしたら、ナナオ、ちょっと来い。社長から呼び出された俺は、社長室でとんでもないことを言われた。お前、俺の甥っ子を殴ったそうだな。え？社長の顔は怒りで歪んでいる。部長に嘘を吹き込まれたのか？新人に迫っていたお前を俺の甥っ子が止めたと聞いた。しかしお前は甥っ子の忠告も聞かず暴れて殴ったそうじゃないか。いや、迫ってたのは部長の方ですよと言いかけたが、社長がバンと机を叩く。就職浪人になりかけていたお前を拾ってやったのに、その恩をあだで返しやがって。この裏切り者が。お前など解雇だ。唾を飛ばしながら怒り狂う社長を見て、俺が何言ってもこの人は信じてくれないだろうなと悟る。わかりました。この瞬間、すべてがどうでもよくなり、気づいたら俺はそう返事をしていた。その後すぐに退職届を作成して社長に提出。俺は一度も振り向くことなく会社を後にした。この後どうするかな。この田舎ではろくな就職先がない。いっそのこと都会に出て就活するかと考えていると、先輩、待ってください。振り向くと、そこには帰宅したはずのカイドウさんがいた。カイドウさん？帰ったはずじゃ。先輩にお礼が言いたくて会社の前でこっそり待ってました。そんな、部長に遭遇したらどうするつもりだったんだ。大丈夫です。痴漢撃退グッズを家から持ってきましたから。ニコニコと笑いながら何やらごつい道具をカバンから取り出すカイドウさん。美人な彼女が持つにはごつすぎる道具に若干引いてしまう。そんな俺に構わず、カイドウさんは少しもじもじしながらこんなことを言ってきた。今日うちで飲みませんか？お礼させてください。え？ほら、行きましょう。突然のお誘いに間抜けな声を上げたが、カイドウさんはそんな俺に構わず腕を引く。そのまま半ば無理やり彼女に引きずられて家まで案内された。いやいや待ってよ。いくら同じ会社の社員同士とはいえ、いきなり家に招待するのは警戒心が足りないだろう。大丈夫です。大丈夫じゃないよ。っていうか俺、さっきクビになったところで、この後いろいろと手続きしないといけないから忙しいんだよ。あ、クビになったんですか？ならちょうどよかったです。はあ？そうこうしているうちにカイドウさんの家に到着してしまった。しかしそこは俺が想像していた家とはかなり違うもので、俺はてっきり彼女が一人暮らししているアパートに連れて行かれるかと思っていた。だけど連れてこられたのはかなり立派な門構えの大豪邸だ。ここ、うちの実家です。ああ、家ってそういうこと。じゃなくて、君ってお嬢様だったの？
お嬢様と言われたカイドウさんはケラケラと笑い声を上げる。そんな大層なものじゃないですよ。遊びほうけて就活に乗り遅れてバイトしながら転職活動してようやく小さな会社の社員になれた普通の女です。そしてカイドウさんに案内された客間に行くと、遅かったなリカ子、その人が例の。そう、今回の計画で重要な鍵になる人だよ。そこにいたのは会社の取引先の社長や重役たち。その奥にはこの家の主、カイドウさんの父親らしき人がどっかりと腰掛けていた。鍵？どういうこと？この状況は一体。一から説明させてもらいますね。カイドウさんがいいところのお嬢様なのはこの実家を見れば明らかだ。しかし彼女の父親がうちの会社の取引先と交友関係があるというのは彼女から説明してもらうまでわからなかった。彼女が取引先と関係がある会社に入社したのはたまたまだ。父親は遊びほうけて就活に乗り遅れた娘に一切手助けはしなかった。うちのお父さんスパルタなんですよ。カイドウさんは自業自得だと反省し、心を入れ替えて就活に励む。そしてあの会社に採用されたのだが、事務の仕事をしている時にたまたま見つけちゃったんですよ。うちの会社が産地を偽装しているって。お父さんの友達の会社も関係あるし、これはスルーできないなって思ってお父さんに相談したんです。するとカイドウさんの父親は決定的な証拠が欲しいと提案。カイドウさんは父親の友達のために密かに産地偽装の証拠を集めていたのだ。先輩、昨日部長から仕事を押し付けられてましたよね。部長の社内タブレットごと押し付けられてたの私見ましたよ。そのカバンの中に入れたのも。ああ、返すの忘れてた。まさか首を宣告されるとは思わず、押し付けられた仕事をそのまま持ってきてしまった。そのタブレットの中に偽装の証拠があると睨んでいます。それ私にくれませんか？いいよ。俺はもうあの会社をクビになったし、そういう事情なら喜んで協力させてもらうよ。俺はすぐにカイドウさんにタブレットを渡す。俺をここに呼んだのはこれが理由かと納得した。しかしカイドウさんは、先輩をここに呼んだのはこのタブレットだけが目的じゃないですよ。私を助けてくれた先輩に恩返しがしたいんです。恩返し？すると社長の一人が俺のところへやってきて笑顔でこんなことを言った。君のことはうちの取引担当者から聞いているよ。仕事ができる優秀な人材だってね。君はあの会社にはもったいない。うちの会社はいつでも君を歓迎するよ。俺は驚きカイドウさんを見る。カイドウさんは茶目っ気たっぷりにウインクしてみせた。はい、ぜひお願いします。俺は笑顔で社長に向かって頭を下げた。その後事態は急速に展開していく。俺が解雇になった翌日、カイドウさんも辞表を提出。先輩のおかげで証拠は十分集まりましたからね。あと部長とあれ以上一緒の空間にいたくなかったので。カイドウさんは集めた証拠をもとに会社の不正を暴く。これが予想以上の騒ぎになって全国ニュースでも一瞬だけ報じられた。社員や関わった役員、社員たちは逮捕されたそうだ。もちろん会社は倒産。そして部長だが、部長前からしつこく私に迫ってきてたんですよ。これはやばいなって思って、何が起こってもすぐ証拠をつかめるように用意してたんです。
カイドウさんは IC レコーダーを俺に見せてにやりと笑った。そして彼女はこれとは別件で弁護士を雇い、部長に今回の件を訴えると通告。後日、部長は慌てた様子でカイドウさんに謝りに来る。カイドウさんの家の玄関先で泣きながら土下座して慰謝料支払いで勘弁してもらったらしい。でも部長が住んでいる家のご近所さんはなぜかこの件を知ってるんですよね。私の知り合いの知り合いの知り合いがたまたま部長のご近所さんだったんですよ。それは無関係の他人だって？まあまあ細かいことはいいじゃないですか。ともかくそのご近所さんのリークのせいで部長は周りから白い目で見られてます。社長たちにも今回の件は伝えてありますし、もう地元企業で部長を雇ってくれるところはどこにもないのでは？カイドウさんの言う通り、部長は会社が倒産になった後、転職活動がうまくいかず、ようやく雇ってもらったコンビニで、年下の店長から役立たずとこっぴどく怒られる毎日を送っているらしい。まあ、全部部長の自業自得だ。同情はしない。一方俺は新しい職場で奮闘中だ。カイドウさんも別の会社に就職して、慣れない環境で俺たちは精一杯頑張っている。この一件でカイドウさんとは親しくなり、お互いの仕事終わりに時間が合えば飲みに行く仲になった。今度は休日にどこか出かけましょうよ。いいね。デートかな。俺が冗談めかしてそう言うと、デートですよ。カイドウさんはちょっと赤く染まった顔で笑いながらそう言った。今度の休日に2人で出かけたら勇気を出して彼女に告白しようと思っている。